はい、カフェイン立ち1日目です。昼過ぎからずーっと眠いです。あと、後頭部がめちゃくちゃ痛いです。典型的な離脱症状です。3日か4日くらいしたら治るらしいので、頑張りまーす。おー。カフェイン立ち2日目です。眠いっす、とにかく。ただ、頭痛は昨日よりはひどくなくて、ただ眠いって感じですかね。2日目はとにかく眠い。頭痛ではなく、とにかく眠い。カフェイン、1日6杯とか7杯ぐらい、コーヒーとか緑茶飲んでたんですけど、カフェインを使ってなんとか眠気をごまかしていたんじゃないかなと思います。この眠気を。あと2日、あと1日2日の辛抱です。カフェイン立ち3日目です。だいぶ良くなりました。まあちょっと眠いくらいですかね。今からスケボーの練習行ってきます。カフェインの原理について簡単に説明できたらいいなと思います。登場するのは疲労君、カフェイン君、そして椅子です。まず人間は活動すると疲れを感じる物質疲労君が分泌されます。疲労君が受容体という椅子に座ることで眠気を感じます。カフェイン君はその椅子に先に座ってブロックする効果があります。疲労君は椅子が空くまで待機。そしてカフェインが切れていなくなってしまうと、座らずに立って待機していた疲労君が一気に椅子に座り込むため、猛烈なだるさとか眠気が襲ってくるらしいです。これがカフェインで眠気を飛ばす仕組みだそうです。常用していると脳みそが椅子が足んねえぞということで椅子を増やします。なので先に椅子に座るカフェイン君の量を増やさないと疲労君が先に椅子に座ってしまうので眠気を感じてしまう。だからカフェインの量をどんどん増やさないと効果を得られなくなってくるということらしいです。そしてカフェインは副腎にあるやる気スイッチを押します。副腎、ごめんなさい、どこかわかんないです。どっかにあるんでしょう。ストレスに対抗するアドレナリン君やコルチゾール君を強制的に分泌させるらしいです。本来は緊急時に押すやる気スイッチだけど、カフェインを常用していると常にやる気スイッチが押された状態で戦闘態勢で居続けてしまう。そして副腎が疲れてしまう。これが朝起きられないとか、常にだるいなどの慢性疲労につながるらしいです。カフェイン立ちを行うことで睡眠の質が向上したり、不安感や焦燥感が少なくなる。慢性疲労の回復。一方、デメリットの離脱症状として、最初は眠れなくなったり、開始3日間はイライラしたり、虚無感だったり、頭痛や強烈な眠気も感じてしまうとのこと。で、目標。ゴールは2週間にします。最大2週間で脳が正常な状態にリセットされるらしいので、正常な状態っていうと多分椅子の数が正常になるのかな。一生はやめません。お茶するが好きですから。好きな人と外食して、その後お茶するのがとても好きです。関西圏の方は茶しばくっていうんかな。パワフルですね。レッツラゴー。ということで本日2週間目、無事クリアしました。体がだるい重いは感じなくなったかな。あとは集中力みたいなものが安定してきた印象です。前はガーってやってふーって休む感じですけど、今は割と長い時間それなりに集中できるかなって感じです。マイク録音できてませんでした。本当は一気にゼロにするんじゃなくて、例えば3杯飲んでたら2杯、1杯のように徐々に減らしていった方が離脱症状を抑えられるんじゃないかなと思います。僕はコーヒーや緑茶の代わりに麦茶を飲んでいました。とりあえず今日コーヒー1杯飲みたいと思います。2週間ぶりのコーヒーです。すまし顔ですけど、内心ワクワクしていました。慣れは怖いですね。これまでは何も思わずごくごく飲んでましたけど、2週間経っただけでワクワクするんですから、幸福度が全然違う。この世はあらゆることでいかにギャップを作るかが重要なのだと個人的に思っております。またどこかで僕のギャップ論についてもお伝えできたらなと思います。いい匂い。いただきます。うまっ。
うまいな。なんか嗜好品って感じがしますね。久しぶりに飲むと。前はほんと水みたいにごくごく飲んでたんで。なんか、夜と霧という本で、人間がいかにカフェインとニコチンに助けられてるかみたいな一節があったような気がするんですけど。著者の方は重度のニコチンカフェイン中毒だったらしいです。ほんで一応、コーヒーに合うデザートを用意しました。デザートっておじさんしか言わないらしいです。若い子はスイーツって言うらしいですよ。スイーツ。この男の子。ちっちゃい頃怖かったんだよな、この子。まあ今は可愛いけど。あとはレアチーズケーキ作ればよかったな。ぜひ、今日のコーヒータイムはビスコで、皆さんも。うまいね。僕の母親のパジャマでした。キャプテンサンタ。可愛いんで、パクっちゃいました。このサンタ短パン履いてるんで、南半球のブランドかなと思ったら、日本のブランドでした。乳酸菌が2つ入ってるって。いつかマジの腸活やりて。素晴らしい。もう一個食べよう。お茶したいな。好きな人とご飯食べた後に、どっかマックでも、喫茶店でも、コンビニでも、コーヒー飲みながら話すのがすごく好きで。まあだからなんやねんって話なんですけど、思えば、なんか雑談とか、井戸端会議みたいなのがすごく好きで、僕がバラエティでずっともう10年以上見てるのが二血っていう千原ジュニアさんと剣道小林さんがやられてる番組なんですけど、いつか番組観覧行きます。すごい好きです。あとラジオも。ちなみに次のやりたいことリストは、好きなラジオにハガキ送ってみるです。ちなみに二血ですごいおすすめの回があって、Hulu 入られてる方、ぜひ聞いてもらえたらなと思うんですけど、ゴディバのウィットだったかな。ゴディバのマークって、馬に乗ってる女王様の絵なんですけど、それの由来について話してる回があって、その話っていうよりかは、その回が好きなんですけど、なんか最初に話題が出てきたのから、ふわーって、繋がって、全部の話題でちゃんと落ちて、繋がってみたいな感じで、それまで普通に面白いバラエティ番組として見てたんですけど、その回だけなんか異様に感動したのを覚えています。芸人さんがこんな、僕たちもやってるような井戸端会議的なことで、まあそう、よく考えたら十何年も多分台本なく喋ってる時点で芸人さんすげえんだなって思いましたけど、ただその回は異様になんか感動したのを覚えています。井戸端会議の
レベルが違うというか。まあラジオもそうですよね。僕はするのも聞くのもすごく好きで。だから好きな言葉で、それで言うとっていう言葉が結構好きで。なんか井戸端会議的な、その話題で言うとこれはっていうなんか話題が繋がっていく感じがあって、すごく好きです。やっぱコーヒーは人を饒舌にさせますね。それで言うと。ごちそうさまでした。これからマックス1日3杯くらいを目標に、あまり増やしすぎないように頑張ります。いくぞー。えい、えい、おー。